韓国ドラマでストーリーをドラマチックに盛り上げるには、悪役がいかに手強いか、善良な主人公たちをどのくらい苦しめるかがキーポイントとなっていると言っても過言ではありません。韓国でも日本でも大好評を博したサスペンスラブコメドラマ、星から来たあなたで、主役の2人のカップルと敵対する悪役の印象深いシン・ソンロクさん。今回は、そんなシン・ソンロクさんの性格や結婚した奥さんについて詳しく調べてみました。シン・ソンロクさんはどんな人？ 1982 年11月23日生まれで、2022年現在39歳のシン・ソンロクさんは、身長187センチ、体重78キロ、スラッとした長身で血液型は A 型です。くっきりした濃い顔立ちで、太い眉、鋭い眼差し、低いソフトな声が魅力的な、他の人には変えられない演技者、代替不能俳優と称されている演技派俳優です。21歳で演技を始め、ミュージカルで人気を集めて知名度を上げていき、ドラマ、映画に進出しました。ドラマは2002年 SBS の星オイルでデビューをしますが、デビューしてしばらくは誠実で善良な青年のイメージを売りとしていました。転機が訪れたのは2013年兵役から帰ってきての復帰作 SBS 星から来たあなたに出演した時です。星から来たあなたは人気絶頂のチョン・ジヒョンさんとキム・スヒョンさんが共演のサスペンスラブコメで最高視聴率 33.2% の大ヒットドラマですが、シン・ソンロクさんは主人公の2人を殺そうとする悪役イ・ジェギョンを演じました。イ・ジェギョンは頭が切れて財閥の常務で後継者でありながら、自分の利益のためならば次々と邪魔者を殺していく冷酷で残忍なソシオパスです。殺人のターゲットとした相手に対して健康管理を良くしなさいと優しく声をかけた後に部下に殺させる善悪の二面性は視聴者を震撼とさせました。鋭い眼差し、低く落ち着いた話し方、殺人を何とも思わないクールな表情でカリスマ性がある演技があまりに強烈で、ドラマを引っ張り、星から来たあなたが高視聴率を取るのに大きく貢献したと言われています。このドラマで、シン・ソンロクさんといえば悪役というイメージが大きく植え付けられ、その後、ライアーゲーム、リターン、55の品格など、冷静なタイプから、すぐ大声でわめき散らすヒステリックタイプなど、様々な悪役を続けて演じ、悪役達人の定評を得ました。一方で、ラブコメ、オーマイゴッドでは、なんだか憎めない軽い不倫、夫役を演じ、演技の幅が広いことを証明しています。韓国の地上波 KBS、MBC、SBS 各3社の演技大賞で、助演男優賞や優秀演技賞など数々の賞を獲得している実力派俳優と言われています。シン・ソンロクさんは、韓国で多くの人が愛用している SNS のカカオトークのキャラクターの犬と容貌が似ていることから、カトック家というあだ名をつけられました。カトックは、カカオトークの略語で着信音でもあり、家は犬、カカオトーク犬の意味です。シン・ソンロクさんは、カトック家というあだ名のせいで自分のイメージである悪人の凄みが軽くなって可愛く見られてしまうのではないかと心配していました。悪役達人と言われているけど性格は？2021年3月28日放映の SBS バラエティ番組ミュン、売り、石器、子憎らしいやつで自身のことを悪役のイメージとは違い、小心者で血液型が小文字の A 型、トリプル A 型と紹介しています。小心者の小さいを強調しての小さな文字の A 型、トリプル、ひどい A 型と冗談での言い方です。うまくいかないことがあっても過ぎたことは忘れなければいけないのに、ずっと思い出して自分を責めてしまうので、後悔をしないように、前もってたくさん準備し勉強して臨むそうです。悪役の演技は、その役と似た役の先輩の演技をよく見て研究し、その反対の演技をして、新鮮味を持たせ、魅力的に仕上げて徹底して準備しているとか。悪役達人は、
その努力の賜物でしょうね。2020から2021年にレギュラーで出演していたバラエティ番組チプサブイルチェでは、ドラマの中のいつもの険しい表情と打って変わって、よく笑い、柔らかい眼差しの明るい素顔を見せて活躍しています。番組の中で、韓国で主流となっているアルファベット4文字で、性格を16に分類する検査 MBTI で ENTJ 型と公開されました。ENTJ 型は大胆な統率者で生まれつきのリーダー、典型的なカリスマ型です。忍耐強く、固い信念を持っているリーダーらしさを番組の中でも見せています。結婚した妻はどんな人？知人の紹介で知り合った一般人の女性と2016年6月、31歳の時、ハワイで非公開で挙式をしました。突然発表された結婚でしたが、新婦が身ごもっていたからだそうで、5ヶ月後の11月に長女が誕生しています。一般人で授かり婚であったため、シン・ソンロクさんが新婦の体の具合を思いやり、新婦の名前、職業、年齢は公開しませんでした。後に自分のインスタグラムに母娘の写真を上げ、幸せな結婚生活を報告していますが、現在はこの写真は掲載されていません。綺麗な奥さん、可愛い娘さんと仲睦まじいですね。韓国では家族をバラエティ番組に出演させ、私生活を公開する芸能人が少なくないですが、バラエティ番組には出演はさせないとのことです。家族については非公開にしているため、情報が少ないですが、バラエティ番組、ミュン、売り、石器では、妻は料理がとてもうまい。本当に簡単するほど、初めてのものの料理もしてくれる。短所があるとすれば、味見をしない。ほとんどは美味しくできるが、たまに味が全く外れている時がある。味がおかしいと指摘したら、食事を食べさせてくれないのではと心配で、指摘しないと食べ続けないといけなくなり、ダイエット中なので、塩辛いものは避けないといけないけれど、最後まで言えなかった。というエピソードも披露しています。塩辛いものを食べると、喉が渇いて、水をたくさん取って太ってしまう、という意味のようです。微笑ましいエピソードですよね。現在の活動は、韓国で2022年5月27日から放映される MBC 金土ドラマドクター・ロイヤーの台本読みが2022年4月27日から始まりました。ドクター・ロイヤーはソジソブさんが主演、イムスヒャンさん、イジュビンさんなどが出演する医療法廷サスペンスドラマです。シン・ソンロクさんはロビーと投資を専門とする企業アナスハンドのアジア支部長のジェイ・ディンリー役を演じます。企業の成功のためなら手段や方法を選ばず何を考えているのかわからない、はっきりした個性のあるベールに包まれた人物です。シン・ソンロクさんはジェイ・ディンリー役を魅力的で特別な人だと語っています。代替不能俳優の演技に期待が膨らみますね。まとめ。数々のドラマで強烈な悪役をこなしてきた悪役達人、演技派俳優のシン・ソンロクさん。コメディも演じていて、バラエティ番組では明るい姿も見せており、悪役のイメージは自身で努力して作り上げてきたようです。家族については多くを公表していませんが、仲睦まじいように感じますね。現在は医療法廷サスペンスドラマドクター・ロイヤーの制作中で、秘密のベールに隠されたジェイ・ディンリー役に臨んでいますが、悪役達人がどう進化してドラマを盛り上げていくのか、今から楽しみで待ち遠しいです。